仲間と一緒に忘却の砂漠に踏み入れたもずく。城下町で聞いた通り、モンスターが手強く、油断するとかなり危険な場所だった。さらに強くなるためにも、廃墟の奥にある資源の神殿で修行をし、次の町に進むことにしたが、果たして今回はどんな物語が待っているのだろうか。こんにちは、もずくです。今回は忘却の砂漠の左側に島作りを始める前からずっと作りたかった水の都を作っていきます。で、水の都といっても川や滝を使うわけではないんですけど、色や雰囲気で水の都っぽくしていきます。ちなみに設定は城下町よりも穏やかなイメージで、兵士のジュリーとサブ住民、女王のビアンカが住んでいます。それでは早速作っていきます。どうぞ。まず今回作るエリアの広さはこんな感じです。手前と奥に崖がある地形にしました。手前の崖から全体が見渡せるようになってます。ではまず今回のエリアは町なので、エリア全体にタイルを敷いていきます。で、1種類のタイルだけだとぼんやりしてしまうかなと思ったので、アクセントに水路のマイデザインも敷いておきます。ちなみに、この水路の水は左のエリアにある誘惑の森から流れてきてます。で、さらに奥まで一気にタイルを敷いておきます。次は水路と水路の間にまた別のタイルを敷いていくんですけど、なんか空気が澄んでそうなというか、私のイメージなんですけど、水がある町って鳥のさえずりが聞こえてきそうみたいなわかんないんですけど、風が綺麗みたいなイメージがあるので、そのイメージに合わせて植物の緑は見せていきたいなと思ったので、真ん中のタイルだけ緑が見えるタイルにしておきました。では次は崖肌が見えていると町っぽさがなくなるので隠していきます。角はなるべく隣のエリアを隠せるようにお城の塔を置いて、2段目に上がる階段を設置する場所、壁を並べる場所を作ります。で、RPG の街といえばお城なので、左側にお城を作っていきます。で、最初にも言った通り、川や滝を使わないので、少しでも水の都っぽく見えるように、通路の他にもガラス張りの水の前デザインを敷いておきます。で、さらに手前の2段目にも階段を設置する場所を作っておきます。全体はこんな感じです。どうでしょうか。まだマイデザと奥に壁を並べただけなんですけど、街っぽく、さらに水の都っぽさも出てきたかなと思います。で、さっき階段を設置する場所を作ったので設置していきます。階段は単調に見えないように向きを変えて設置しておきました。次は空を建物で見えなくしていきます。そうすることでたくさんの建物に囲まれているように見えるかなと思ったので、階段の奥以外は空をなるべく隠していきます。そのためにまずタイルを敷いて、とりあえず建物の後ろ側は後で決めるので、前から見た時だけを意識しておいていきます。どうでしょうか。2段目に建物があるかどうかで街の印象が変わったかなと思います。では、このままジュリーのお家を移設します。で、ジュリーのお家を建てたように、もっと周りにも建物を建てて立体感を出したいので、後ろの塔を崖肌や隣のエリアが見えない場所や立体的にしたい場所に置いていきます。全体はこんな感じです。まだまだ立体的にしていきたいので、次は中世の街並みを使って建物を作っていきます。ちなみに
左側の中線の街並みの後ろは後で見せたいものがあるので、とりあえず崖で埋めておきます。全体はこんな感じになりました。たくさん建物ができて、人が住んでそうな感じにもなってきたかなと思います。で、後ろ側は割と立体的にできたんですけど、手前側がまだ寂しいので、西部の街並みを並べて手前にも建物があるように見せます。では次は緑を増やしていきます。まず手前の2段目を歩いているときに3段目の崖が丸見えなので、木や低木を植えて見えないようにします。カメラを開いた時にもちょろっと見えるようになってます。で、さっき左側に見せたいものがあるといった場所なんですけど、そこにも木を植えます。全体を見てもらうとわかるんですけど、あの場所に木を植えたことで街全体を覆う大きな木に見えるかなと思います。ではさらに建物の中とシンボルツリーっぽくなるよう真ん中に木を植えます。だんだん緑が増えてきたということで、ここら辺で一旦家具を置いていきます。まず、街の象徴っぽい彫刻と水の岩に合わせた光苔の岩を置きます。次に、少し広いところに屋台を使った露店を作って、さらに立体感を出しておきます。ちなみに露店には魔力が宿った雑貨はもちろん、さらに効果が強くなったポーションや防具も売っています。全体はこんな感じです。次はお城の前から順番に家具を置いていきます。お城周りは豪華に見せたいので、光る家具や壺を置いて、建物の間は階段で埋めておきます。次はジュリンのお家の前を飾っていきます。兵士さんのお家の前なので、無難に木箱や兵士さんが休憩する椅子を置いておきます。全体はこんな感じです。で、屋台があることでちょっと光苔の岩が見えづらくなっているので、ずらしてお城の前に兵士さんも追加しておきます。では次は1段目のエリアの仕上げに入っていきます。まず建物がたくさんある街なので、階段ダンスで階段を作って建物につなげます。で、もうちょっとだけ緑が欲しいので、トピアリーを使って木を植えられない崖の近くに置いていきます。これで1段目は完成しました。次は手前の2段目を飾っていきます。水の都は1段目がメインのエリアになっているので、2段目はその1段目を邪魔しないような家具で飾っていきます。で、今テーブルの上にビオトープを置いたんですけど、塔の上にも置いて歩いていくときに見えるようにしておきます。全体はこんな感じになりました。ここまでどうでしょうか。家具をたくさん置いて賑わってはいるんですけど、城下町よりも上品な雰囲気になったかなと思います。では次は後ろのハリボテになっている建物を含め奥の2段目を作っていきます。まずはタイルを敷きます。だいたい縦7マス、横18マスぐらいの広さで敷いておきました。次はタイルの一番外側に壁を並べて、ハリボテになっていた建物を立体的にしていきます。で、本当はビアンカのお家をお城にする予定だったんですけど、お部屋が広い方がお城の中っぽいかなと思ったので、ビアンカのお家はお城にくっついているサブ的な建物にしておきます。なので、その分枠から出っ張らせて作っておきます。では建物を移設します。
左の建物は近くで見るとどうしてもお城っぽくは見えないんですけど、屋根や色味をなるべく他の建物と揃えて統一感は出しておきました。ちなみに手前から見るとこんな感じです。では次はお城周りを飾っていきます。次は建物の中や手前から見た時にバランスよくカメラに映る位置に緑を追加していきます。あとは無難に壺や木箱、ベンチを置いて、左の木の周りにウッドパーテーションを置いたら、これで今回のエリアは完成です。いかがでしたでしょうか？今回は川や滝を使わず水の都を作ってみました。次の動画は水の都に住むジュリーとビアンカ、城下町の入り口に住むくずけちゃのお家のリフォーム動画になります。ぜひ次回も見ていただけると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃ。